皆さんこんにちは。それでは早速行ってみましょう。フランスでは挨拶をするかしないかで相手の対応がガラッと変わってきます。楽しい旅行を送るためにこの4つだけは日本語発音で構いませんので覚えてください。Bonjour, bonsoir, merci, au revoir。 この4つは1日に数えきれないほど使います。 Bonjour monsieur. Merci monsieur, au revoir. Bonjour. Monsieur, bonjour. フランスの1階は日本の2階に当たりますので気をつけましょう。スーパーで牛乳を買いたい方は棚の方を探してみてください。パリの水道水は飲めますし、水は人間の権利としてお金がない人でも飲めるように街の至るところに給水場がありますので、空のボトルを持ち歩いてください。前世が犬だった自分にとってはトイレは大切なものなんですけれども、こんな風に街の中に24時間オープンの無料トイレがあります。4つのライトがありますが、このような意味になっています。緑色のライトがついているときは上のボタンを押して入れます。大切なのは使った人が出てきたら次は洗浄サイクルになりますので、すぐに入ってはいけません。また出る準備ができていないのにボタンを押してドアが開いてしまうことがありますので、どこも触らないでください。地下鉄のドアは自動のものもありますが、手動のものもありますので気をつけてください。地下鉄のドアの近くに折りたたみ席がありますが、混雑したら立って他のお客様のためのスペースを作ります。そのまま座っていると観光客丸出しということで冷たい目で見られてしまいます。テラスの席っておしゃれと思う人もいるかと思いますけれども、フランスではタバコを吸う人たちが座る席なので、おしゃれって気取ってたらなんかこうブワーッとタバコの煙が来たりすることが多いです。同じものを頼んでもテラス席に座ると一番高くなります。自分のいるカリフォルニア州では衛生上サービス券しか入れませんが、フランスでは普通のペットでもレストランに入れます。街の至るところにスペースインベーダーが隠れています。アプリがあって、これをスキャンするとポイントが溜まっていきます。観光ついでに見つけると面白いですよ。マクドナルドで2段重ねのダブルフィレオフィッシュを食べましたが、マカロンは残念ながらトライしませんでした。レストランやカフェの前にクマがいますが、これは2018年に本屋さんが街を歩く人たちに微笑んでもらおうとして始めたのが流行となり、あちこちにクマが置いてあります。美術館や博物館では持ち物検査が当たり前です。また自撮り棒の使用禁止やバックパック持ち込み禁止などのルールもありますので、事前に調べておきましょう。これは日本でも同じですが、左側は急ぐ人専用なので、カップルであっても並んで乗らないようにしてください。今日の夕方はディナーの招待を受けているんですけれども、フランスのディナーの招待を受けた時は大きく分けて2つとっても大切なルールがあります。まず1つは時間ちょうどに行ってはいけないということです。必ず15分か30分ぐらい遅れていくのが礼儀となっています。それから2つ目は絶対に手ぶらで行ってはいけないということですね。ですから今回はマリアージュフレールのティーを紅茶を買っていくことにしました。ということで皆さんもフランス人の人に招待された時はぜひ気をつけてみてください。今日は7時にディナーに呼ばれてるんですけれども、だいたい15分ぐらい遅れて行った方がいいと思うので、7時15分ぐらいに
ちょっと今早く着きすぎて時間を潰してるところです。で、友達同士なら別に時間ちょうどに行ってもいいだろうっていう人がいるかもしれませんが、大間違いです。絶対に時間通りに行ってはいけません。時間通りに行くと友達をなくしてしまいます。それからディナーやパーティーの終わりの方でオレンジジュースが出てきたら、それはもう終わりですので帰ってくださいの意味ですので、メルシーとか言って飲んではいけません。さて、招待されたディナーパーティーなんですけれども、もうプロの料理人並みのお料理を出していただいて感動してしまいました。最後の豚フィレの昆布巻きなんかもフレンチと日本の料理がうまく合わさった一品で、あまりの美味しさに気を失うところでした。ごちそうさまでした。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは近いうちにアビアント。